こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、皆さんすいません、今日は大食いじゃないです。ですね、ちょっと前これなんかちょっと洗ったばっかりで水が垂れていますね。気にしない蒙古タンメン辛豆飯と酒チの動画を出した時にこの器の名前を募集したんですよね。そしたら視聴者さんが結構コメント欄で書いてくださって、で今日はねこの名前をね決めたいと思います。ですね、まだ実は決めてないんですよ。コメント欄とかを全部見て候補を何個か書き出したんです。その中から決めたいと思います。でちょっとね候補たちを発表したいと思います。ちなみにこちらのスケッチブック愛用しています。使ったもちこの絵とかロンの絵とかこちらに描いてパソコンに取り込んで編集とかに使ってますね、よく。はい、じゃあまあ発表します。バーって読んでいきますね。そば丸、わとかいなごみ、おわんわん、さらこ、おちょこ、そばこ、だるま、ワンちゃん。ワンちゃんってあれですね、器のワンちゃんですね。これ海外の視聴者さんが書いてくれとったみたいで、大ボールボーイ、ビッグボールボーイ、日本語で略して大ボールボーイ。めっちゃなんかファイナルファンタジーのモンスターに出てきそう。そばはおどんちゃん、あっち、デカどんぶりちゃん、相棒。相棒っていうのがね2票入ってました。ちなみに運はマネージャーのことをバディって呼んでいます。相棒的な意味ですね。でおでこちゃん、おざらちゃん、山本くん。はい、みんなすごいですね。ネーミングセンスが素晴らしいです。でこれ多分グッドが一番多かったのがこのそば丸ちゃんなんですよね。そば丸、いいね。なごみも結構多くて、なごみちゃんいいね。でこのね、なるほどと思ったのがだるまっていうので、ちょっとなんか色的にだそうです。この赤がちょっとだるまっぽいですよね。だるまちゃん、色的にだるま。この大ボールボーイはちょっといいですよねちょっと海外進出いけるじゃんこいつ。ビッグボールボーイ長いな。でもビッグボールボーイ BBB、 いやでも大ボールボーイなんだよな。でヤマトくんってね、これ大体ちゃんが多かったんですけど、こうくん付けの人がいましたね。前はオスだったのかメスなのか。ちょっと何が一番しっくりくるかな。すごく全部いい名前、全部使いたい。本当に皆さんありがとうございました。お前幸せ者だな。よいしょかな。マジで何が一番呼びやすいかですよね。一番しっくりくるのはこんにちは、木下ゆうかです。今日はねって言ってまだ器決めてないバージョンの時に、今日器何使うかな、そうだにしようっていうやつですね。はい、そしてみんなに愛されるやつ、そば丸、なごみ、だるま、全部いいじゃん全部いいな。みんなが覚えやすいやつ。マジで決められない。どうしよう。本当に決められないわ。いやもうでもこの子との付き合いも本当に長いんですよ。マジでちょっと命が宿ってるんじゃないかな。なんか猫って長生きしたら猫また妖怪になるとか言うじゃないですか。だから命が宿ってそうな。何の時間？ちょっと待って、この中からちょっとめっちゃこれは候補だってやつちょっと星つけていこう。やっぱね、名前ちょっと短い方がね呼びやすいよね、きっと。こうなったら私さ、グラスの名前あんまり気に入ってないけどみんなにつけてもらいたくなってきたグラちゃんってなんかまあいいか、呼びやすいか、グラちゃん。呼びやすいか、グラスだしね。ほんとグラスじゃなくてグラッチアだっけ、なんか気品のある的な意味だったんですけどね。マジで決められない。なんかちょっとでもワンの名前の方がちょっと素敵。意外とでもバッチとかもね捨てがたいよね。呼びやすいよね。親近感があるよね。もう決めた。ちょっと3つに絞りました。そば丸、なごみ、だるまちゃん。ちゃんって勝手につけちゃったでもだるまちゃんなんだよな。はい、なんか全部ちょっとあれですね、わって感じの名前。今日の動画はそば丸を使いたいと思います。今日の動画はなごみを使いたいと思います。今日の動画はだるまちゃんを使いたいと思います。みんなどれが良かった？そば丸、なごみ、だるま。海外の方にもおーってなってもらいたいんですよね。言いやすい日本語ってどれなんだろう。そば丸、なごみ、だるま。でもなんか思うんですけど、だるまよくないですか？なんか寿司、天ぷら、だるまみたいな。だるまがどんぐらい浸透してるかよく知らんけど、そば丸となごみよりももしかしたらちょっとなんか物体があるじゃないですか、だるまという。だからワンチャン馴染みやすいんじゃないかなっていう。決まりました。命名だるまちゃんです。
だるまくんじゃないですね。ちゃん。いや、さん。だるまさんや。うん、だるまさんや。皆さん、今日から彼女、彼、ちょっともうね、性別はないです。この子にはそういう性別という概念はないです。だるまさんと名付けたいと思います。さん付けっていうことは大事です。親しき中にも礼儀ありです。なんか確かになんか色的にだるまっぽい。なんかピンとくる。はい、じゃあね、これからもね、でも本当にちょっとね、長い付き合いなんですよね。動画で一番最初にこのだるまさんを使った動画は何やったのか、ちょっと今から見てみたいですね。一番最初にこのだるまさんを使ったのは何の動画だったんでしょうね。視聴者さんからいただいたのは覚えてるんですよ。お誕生日にもいただいたんですよね。そこから辿っていけば見れるかな。いや、私も過去動画あんま見たくないんですよね。なんか喋り方が、いや、今もおかしい。喋り方がね、おかしいんですよね。いや、今もおかしいんですけど、でもね、あの頃はね、別に意識してやっていたわけじゃなくって、なんか私、基本自分に自信がないんですよ。でも、声は張らないといけないっていう意識だったんですよ、私の中で。YouTuber は意外とそんなことないんですけど、私みたいなもんがこうなんかボソボソ喋っとったらいかんなっていうあれがあったから。でも大きい声出して気が強い風に見られて怖いなって思われたくないなっていうのがあったんですよ。だからあんな喋り方だったのかな。ちょっとわかんないな。わざとではないんですよ。でもね、普段からあんな喋り方だったわけではないと思うんですよね。怖く見られたくないなって言うと、威圧したくないなみんなをっていう意識が多分あったと思いますね。はい。そして大きい声で喋らないといけないっていう感じで出来上がったのがあの感じでしたね。はい。今も今でちょっとおかしいんですけどね。今も今でね、これ普段の喋り方とは違うんですよね。張らないじゃないですか、普段こんなに声を。もうちょっとボソボソ喋るじゃないですか。普段ね、対人だったらね、今なんてって言ってもらえるけど、動画だとね、もう時すでに遅しですからね。でもほんとね、張りすぎてね、なんて言ってるかわからない、滑舌が悪い、ろれつが回ってない、この3点はよく言われます。なんかね、ちょっと発声練習とかしたいですよね。で皆さん、私ね、分かってるんです。自分がちゃんと喋れてないっていうことが。ですね、本人が気にしていることを、指摘する。それはちょっといじめにつながりますので、皆さん、いいです。私はいいです。叩いてもらってもよくないけど、悲しいですよ。私だって人間ですからね。悲しいですけど、まあよしとしましょう。だってこんな風に動画を出しているんですから、そういうことをされてもちょっとしょうがない部分はあります。でも、友達とかにそれをやっちゃダメだよ。例えば、自分の声が甲高いのが気になってる人に、声めっちゃ高くて変だよって言ったらかわいそうでしょ。100歩譲って自分が声が高いっていうのを気づいてない人に指摘するのは親切っちゃ親切だと思うんですよ。でも本人も気づいてることですから、そこはね、人にはね、優しくしましょう。人に優しくすると自分も優しくされますからね。はい、帰ってきます。優しさっていうものは、いいことっていうのはね、帰ってくると思っています、私は。なんでね、私もね、自分にいいことが起きてほしいから、いいことが起きてほしいなと思うので、人にもいいことをするようにしています。はい、また今日もね、話が超脱線しましたね。はい、そんなわけでですね、この子の名前はだるまさんに決まりました。だるまさん、これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ今日の動画はこんな感じです。今日多分日曜日かな。皆さん、明日からまた学校やお仕事の方も多いんじゃないでしょうか。今週も1週間頑張りましょう。じゃあ今日はね、こちらに辛うま飯と避けるチーズの動画を貼っておきます。で、あとこちらにもこのだるまさんを使ったおすすめの動画を貼っておきます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。